ガンダム GP 羅刹展。ガンダム試作2号機をベースにカスタムビルドされた機体。頑強な構造を持ち、動力源には GN ドライブを装備する。今宵はこのガンプラをレッツクラフティン。どうもこんにちは、クラフターです。今回ご紹介するのはこちらのキット。ハイグレードビルドダイバーズリライズガンダム GP 羅刹展。こちらのキットはガンダム GP 羅刹と羅刹展どちらのキットも再現することが可能になってます。箱は結構分厚いんですよね。カラーはご覧の通りシャア専用カラーみたいな小豆色がベースになっています。こんな感じのキットなんですが、今回はこのキットを基本の赤色ではなくガンダム試作2号機サイサリスのようなガンダムカラーにしていきたいと思います。それでは箱を開けていきましょう。結構このキットパーツが多いんですよね。ランナー多いな。分厚いしぎっしり入ってます。というのもこの羅刹展非常に武装が多いんですよね。オーガソード2式、オーガツインソード、リボルバーバズーカ、アイスブラスター、フレキシブルオーガバインダー、もう盛りだくさんです。こちら説明書ですね。武装を持たせるといかついですよね。説明書は通常の HG の説明書っぽいですね。シールはホイールシールが1枚。ツインソード2式の刃部分はこのようにクリアパーツになっています。それでは作っていきましょう。まずはパーツをカットしていきましょう。使うのはタミヤさんの先細薄刃ニッパー。こちらのランナー真っ赤ですよね。このランナーはサイサリスと共通ですね。足の部分は全く同じになっています。ちなみにサイサリスというのは機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーという作品に登場するモビルスーツです。もともとは連邦所属のガンダムなんですが、ジオン残党軍に強奪されてしまいます。いかつい悪人面ですが、なぜか非常に人気のガンダムです。はい、次にアルティメットニッパーでゲート跡を2度切りしていきましょう。パーツをえぐらないように気をつけてカットしていきます。もうこのニッパー使い始めたらこれ以外は使う気が起きない、それぐらい切れるんですよね。もうめちゃめちゃ人気で在庫も品薄状態。 Amazon ではぼったくり価格となっています。パーツの2度切りが完了しました。そしてランナーくずはこのようになっております。そしてこれをいつものようにハンディクリーナーでお掃除。めちゃくちゃ吸い取れる。音フェチにはたまらないサウンド。どうですか、美しい。まずは一度仮組みしました。こんな感じです。どうでしょうか。試作2号機がベースなんで、ずんぐりむっくりというか非常に重厚感のあるフォルムになっています。これをおなじみのガンダムカラーっぽくしていくわけですが、どうなるんでしょうか。大丈夫なんでしょうか。仮組みしたキットを一度バラバラに分解します。青やグレーなど色に分けてパーツを保管しておきます。フレーム色はメタリック系のアイアンでいきたいと思います。パーツをヤスリ掛けしていきましょう。マジックヤスリの400、600、800でヤスっていきます。ゲートがうまく切れてない場合はこのようにデザインナイフで平らにしておいた方がヤスリ掛けが楽になります。400番、600番、そして800番。もうエッジが消えそうですね。クラフターが大嫌いなパーティングライン、このキットにもしっかりついてます。ヤスリ掛けするとめちゃめちゃ時間がかかるので、まずはセラミックカンナでこのようにカンナ掛けしていきます。デザインナイフでもいいんですけど、セラミックカンナの方が綺麗かつ安全に削ることができます。そしてヤスリをかける。800番で整える。こんな感じですべさらす肌になりました。パーツの中には持つ場所がないぐらいちっちゃいパーツがありますよね。そういった場合はこのようにピンセットでつまんで紙ヤスなどちっちゃいヤスリで優しく削っていきます。力を入れすぎるとポーンと飛んでいきますからね。ちっちゃいパーツポンポンポン。ヤスリ掛けをしながらもこのように BMC タガネでラインを彫ったりもしていきます。これをやっておくと墨入れの時に綺麗にラインが引けますからね。やるのとやらないのじゃ大違い。皆様おなじみクラフター家の洗面台でございます。ヤスリ掛けが終わったパーツを超音波洗浄機で洗いましょう。まずは食器用洗剤をちょこっと入れて混ぜます。本体に乗せて
電源をポチ。超音波洗浄機スターティン。洗浄が終わったらしっかりと洗剤をすすぎで落としていきます。この辺は皆さんもいつもご自宅でやっている手打ちそばを水で締める要領ですので簡単。水を切ったらタオルの上にザラー。こちらのプラモパーツ乾燥マシーンに入れて乾かします。フレームを塗装していきましょう。まずはメタリックからスターブライトアイアンを使います。希釈はこちらのメタリックマスターで、これで薄めるとメタリックの質感が綺麗になるとかならないとか。メタリックのパーツはノンサフでいきます。そのためヤスリは1200番までかけてますが、欲を言えば2000番ぐらいまでかけた方がいいでしょうね。プラスチックのパーツがみるみる金属の輝きを手に入れていきます。こんな感じ、美しい。ボディカラーは成型色から大胆に変更するので、まずは全部のパーツを白サフしていきます。真っ白。こちらのパーツも白サフ。このサフを吹くときはほんと希釈が難しいですね。というか希釈命です。そしてコンプレッサーの圧は 0.1 メガパスカル以上あった方が綺麗に塗れるようです。今までずっと 0.6 ぐらいでやってたんですが、試しに 1.2 ぐらいでやったらすごい綺麗に吹けました。そしてサフ自体は濃いめです。はい、真っ白。武装類はメカサフスーパーヘビーを使います。一発塗りなんで楽ちん。サフが乾いたら色を塗っていきます。赤のパーツはガンダムカラー4ビルダーズのレッド。この塗料はかなり淡いというか、ちょっとパステルカラーっぽい色合いですね。こんな感じになります。スリッパ部分もこんな感じ。ボディカラーはブルーですが、スカイブルーに赤を少し混ぜます。この白の上から色を吹きかけるのってすっごい楽しいんですよね。みるみる色が変わっていくというのがエアブラシの魅力ですね。こんな感じ。こちらも若干淡い感じの色合いです。ボディのメインカラーはこちら。ガンダムなので白。はい、今塗ってます。塗ってますよ。塗ってますけど何が何だか分かりませんね。エアブラシ工程完了です。では次のステップいきましょう。その前にお腹が空いたので食事をしましょう。今回はこちら。これで本格キムチラーメンを作っていきます。いや、本格ってインスタントじゃねえかって思うでしょ。待て待て、慌てるでない。もちろんこれでは終わりません。麺を茹でます。スープを入れてかき混ぜる。この時点ですでにめちゃめちゃうまそうっていうか、実際うまいんでしょうけど、器に麺を投入。半熟卵をオン。はい、こちら焼肉屋で買ってきた本格キムチ。これを大胆にのせる。のせる。さらにのせる。まだのせるんかい。いや、めっちゃ買ってきたからね。刻みネギ。キムチラーメンの完成。うお、めちゃめちゃうまそう。いや、実際めっちゃうまかったけど、こちらキムチラーメンの完全版動画はサブチャンネルにアップしてます。動画概要欄にリンク貼ってますので、そちらからどうぞ。まずはエナメルブラックで墨入れしていきます。墨入れは組み立て前に行いますが、これはパーツを割らないためですね。パーツに圧力がかかるとエナメル塗料でパーツが割れちゃうんですよね。白のパーツはダークグレーで墨入れ。よく振りましょう。しっかり筋彫りを入れておくとこんな感じでラインがきれいに入るんですね。しっかり乾燥させたら墨を拭き取っていきます。綿棒にエナメル溶剤を含ませてはみ出た部分を優しくこすっていきます。この墨入れの工程というのは、この拭き取りがうまい下手というよりも墨を入れる前に全て決まってるって感じですね。きちんとラインを引けていればきれいに墨入れすることができます。こんな感じですね。めちゃくちゃショックな出来事が起きました。このキット鬼の目モードって言って、このフロントマスクの部分を下に下げることができるんですね。そうすると目が隠れる。試しに一度このように下げてみたんですが、上に上げたら目の塗料がごっそり削れてました。せっかく筆塗りしたのに台無し。何笑ってんだよ。一度組み立てて全体のバランスを見てみたんですが、なんか結構ダサかったんで
部分塗装を追加することにします。マスキングして塗装します。まずは赤のパーツ。はい、出来上がり。ホワイトの装甲にエアクラフトグレーで灰色を追加。これは顔のパーツですね。グレー部分を追加します。乾燥を待つ間に部分塗装していきましょう。フォーアーティストマーカーのシルバー。筆塗りしていきます。こちらは膝小僧の部分ですね。膝小僧って言ったの何年ぶりだろう。できましたけどボタン電池みたいですね。その他要所要所にシルバーを追加していきます。こちらはフレキシブルオーガバインダーのパーツです。では至福の瞬間、マスキングテープ剥がしです。さあ綺麗に塗れてるでしょうか。ダメですね。エッジガタガタですね。これは再度修正しないといけないようです。こちらはフロントアーマー。ここは綺麗に塗れましたね。こんな感じ。フェイス部分はこう。デカールを貼っていきます。 RB コーションデカールとガンダムデカール。まずは連邦軍のマークをカットします。このように必要な箇所だけ切り出して水に数秒浸します。胸の一番目立つところに貼ってみました。ガンダム感を出すためにはこの一番目立つところに連邦のマークを貼ればいいんじゃないかっていう安直な考えです。綿棒で水を押し出します。マークセッターをちょい付けしてデカールをスライド。位置を合わせて水分を押し出す。いやー、この頭部なんですけどね、なんだろう、こうガンダム感がないというか、まあどう見てもゲッターロボにしか見えないんですよね。納得いかないのでこの角の部分を赤にしたいと思います。真ん中に赤があるとガンダムっぽくなるかな。角以外をマスキング赤に塗ります。赤は綺麗に塗れたんですが、今度はマスキングしていたところのデカールがこんな感じで剥がれました。ここも塗り直し。グレーに染め上げる。はい、消えました。最後に光沢クリアと艶消しクリアを半々に混ぜた半光沢でコーティングします。はい、何も面白いことはない。ただ透明の液体を吹きかける絵面です。こちらは下半身、太ももから下はまんまサイサリスです。膝の部分はサイサリスのパーツがあったのでそちらをつけています。そしてこちらがバインダー。これめちゃめちゃかっこいいんですよね。このように先がこのアーム状になってるんですね。伸縮してなおかつ曲げれるっていうね、回転もできる。この先端に3本爪のアームを装着します。こんな感じです。いかすなあこれ。こちらのカバーは開閉します。このバインダーは非常にメカメカしいですね。武器は2本の GN リボルバーバズーカ。棍棒の形状をした羅刹金細胞。このように銃のように持つことも打突武器のように持つこともできます。こちらは GN オーガツインソード2式。この剣は2本を連結させてこんな感じにすることもできるんですね。これはこれでかっこいいな。背中のバックパックにも GN ドライブがついています。バインダー2本を装着して上半身に腕をはめます。この肩の部分が丸いのが特徴的です。上半身完成。下半身と合体。こうなりました。あとは何度も塗り直したこの頭部、ナンバリングも変わっちゃいましたね。これをこちらにはめます。シャキーン。これで完成です。クラフターチャンネル圧倒的告知。ゲームチャンネルクラフターゲームズもよろしく。動画概要欄にリンク貼ってますのでどうぞ。ハイグレードビルドダイバーズリライズガンダム GP 羅刹展サイサリスカラーの完成です。
武装の方を持たせてみましょう。まずはオーガツインソード、そしてこちらのオーガクロー、この先端部分にビーム刃のエフェクトパーツを取り付けることができます。こんな感じ。4本のビーム兵器を構えてポージング。威圧感あるな。次はなぎなた風に連結してみましょう。このキットは見ればわかるんですが、あまり可動域は広くありません。足なんてほぼドムですからね。関節部分の改造ができる人はやった方がいいかもしれませんね。アタッチメントを使えば大学楼にソードやバズーカを持たせることも可能。こういう感じです。そしてこちら螺旋カ細胞、これも持たせてみましょう。おお、意外とかっこいいですね。ガンダムからはちょっとかけ離れますが、こういったいかつい武器が似合うシルエットですね。こちらの GN リボルバーバズーカ、もちろん脱着が可能。グリップを引き出して持たせてみましょう。さらにバインダーの GN アイズブラスターを開放。いかちい。いやー、この螺旋点非常に武器が豊富なんですよね。遊びきれないぐらい装備が充実しています。はい、というわけで今回はハイグレードビルドダイバーズリライズガンダム GP 螺旋点をサイサリスカラーにしてみました。いかがだったでしょうか。いや、結構苦労しましたね。苦労というか、なかなかガンダムっぽくならないっていうんでしょうか。ちょっと異質なフォルムなので、それをガンダムらしい色にまとめるってのがちょっとなかなか手強かったです。クラフター的には完全に納得がいっているわけではないんですけども、今回はこれで良しとしておきましょう。キット自体は様々な武装が充実したまるで特盛り丼みたいな豪華なキットとなってますんで、よろしければ購入してみてはいかがでしょう。今回ご紹介したキットやツール類に関しては動画の概要欄に載せておきますので、よろしければどうぞ。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。